こんにちは。ゼロから行政書士第45回です。前回は責任財産の保全を学びました。債権者代位権と差外行為主張権を整理しました。今回も債権争論の分野を続けます。テーマは多数当事者の債権債務です。一つの債務を複数の人で支える仕組みです。連帯債務と保証連帯保証を学びます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、分割債権債務の原則です。当事者が複数いるときの基本の考え方です。二つ目は、連帯債務です。全員が全部の支払いに責任を負う仕組みです。三つ目は、保証と連帯保証です。他人の債務を肩代わりする約束です。最後に、保証と連帯保証の違いを整理します。それでは、早速始めましょう。はじめに、分割の原則を確かめます。債権者や債務者が複数いる場面です。例えば、3人でお金を借りたとします。特別な定めが何もない時を考えます。債権や債務は等しい割合に分かれます。これを分割債権分割債務の原則と言います。3人ならそれぞれ3分の1ずつを負担します。これが多数当事者の関係の出発点です。次に連帯債務を見ていきます。連帯債務では複数の人が債務を負います。その一人一人が全部を支払う義務を負います。債権者は誰に対しても全額を請求できます。例えば、3人が100万円の連帯債務を負うとします。債権者はその一人に100万円を求められます。そして、一人が全額を払えばどうなるでしょうか。残りの全員の債務も一緒に消えます。債権者にとってとても心強い仕組みです。連帯債務には大切なルールがあります。一人に起きたことが他の人に及ぶかという問題です。令和2年の改正後は及ばないのが原則です。これを相対的効力の原則と言います。ただし、いくつかの事由は例外とされます。弁済や相殺は全員に効果が及びます。公開や混同も全員に影響する事由です。これらを絶対的効力事由と言います。改正で請求や免除は各自だけの効果になりました。次に表彰の仕組みを見ていきます。一人が全額を払うとその人だけが損をします。そこで他の債務者に返してもらえます。これを求償と言います。空償は各自の負担部分に応じて行います。負担部分は特約がなければ原則として平等です。3人ならそれぞれ3分の1ずつが負担部分です。こうして公平が保たれる仕組みになっています。ここからは保証を学びます。保証は他人の債務を肩代わりする約束です。お金を借りる人を主たる債務者と言います。その人が払わないとき、保証人が代わりに払います。保証人が負う債務を保証債務と言います。ここで大切な形式のルールがあります。保証契約は書面でしなければ効力を生じません。軽い気持ちで保証人にならないための決まりです。保証債務には3つの性質があります。1つ目は通従性です。保証は主たる債務があって初めて成り立ちます。主たる債務が消えれば保証債務も消えます。また、主たる債務より重くなることはありません。2つ目は随伴性です。主たる債務が移れば保証も一緒に移ります。3つ目は補充性です。主たる債務者が払わないときに初めて払います。補充性から2つの抗弁が認められます。抗弁とは支払いを拒む言い分のことです。8点目は催告の抗弁です。
まず主たる債務者に催告してほしいと言えます。二つ目は、検索の抗弁です。主たる債務者に財産があるときに使えます。先にその財産へ出向してほしいと主張できます。この二つは普通の保証人に認められる権利です。保証人を守るための仕組みと言えます。次に、連帯保証を見ていきます。連帯保証は、ポジタル債務者と連帯する保証です。普通の保証とどこが違うのでしょうか。連帯保証人には補充性がありません。そのため、催告の抗弁を持ちません。検索の抗弁も使うことができません。債権者はいきなり連帯保証人に全額を請求できます。責任がとても重く、実務で広く使われています。ただし、通従性は普通の保証と同じようにあります。ここで2つの保証の違いを整理します。普通の保証には補充性があります。催告の抗弁と検索の抗弁を持っています。まず、主たる債務者へと主張できる立場です。連帯保証にはこの補充性がありません。2つの抗弁をどちらも持っていません。いきなり全額を請求されても拒めないのです。共通点は不従性があることです。また、どちらも書面でしなければ効力を生じません。最後に、保証人を守る仕組みに触れます。近年の改正で保証人の保護が強められました。一つは個人権保証に関するルールです。公務証とは将来の不特定の債務まで保証する形です。個人が今保証をするときは極度額を定める必要があります。上限を決めておかないと効力を生じないとされています。もう一つは事業のための借入れの保証です。個人が保証するには特別な手続が求められる場合があります。細かな要件や条文は最新の教材で必ず確認してください。ここで具体例で整理します。3人が連帯して債務を負っているとします。債権者はその1人に全額を請求できます。その1人が払えば3人全員が債務を結げれます。払った人は他の2人に負担部分を抽償します。次に連帯保証の場面を考えます。主たる債務者に連帯保証人が1人つきます。債権者はいきなり連帯保証人に全額を請求できます。連帯保証人は催告の抗弁などを使えないのです。ここで今日のクイズです。連帯保証について正しいのはどれでしょう？ A は2つの抗弁を自由に使えるです。B は補充性がなく抗弁を持たないです。C は不従性がなく債務が残るです。少し考えてみてください。正解は B です。連帯保証人には催告や検索の抗弁がありません。一方で不従性は普通の保証と同じようにあります。それでは今日のまとめです。一つ目は分割債権債務の原則です。別段の定めがなければ等しい割合に分かれました。二つ目は連帯債務です。全員が全部を負い、負担部分に応じて求償しました。弁済や相殺などが絶対的効力自由でした。三つ目は保証と連帯保証です。連帯保証には補充性がなく、二つの抗弁を持ちません。どちらも不従性があり、書面が必要でした。ここまで多数当事者の債権債務を学びました。連帯債務と保証連帯保証を整理できました。次回は債権譲渡と債務因受に進みます。債権そのものが人から人へ動く場面です。対抗要件など大切なテーマを扱います。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。